日本の VTuber やゲーム実況を見ていると、絶対に出てくる言葉があります。それが、ガチ勢や沼にはまる。ちなみに、沼にはまるという言葉知っていますか？実はこれ、この後話に出てくるので覚えておいてくださいね。皆さん、こんにちは。日本語教師のすずかです。すずかの日本語ポッドキャストへようこそ。今日は日本のゲーマーがよく使う教科書には載っていないリアルな日本語をたくさん紹介したいと思います。ゲームをしない方でも役に立つ言葉ばかりなので最後まで聞いてくださいね。まずは友達とゲームをしている時によく使う安全でポジティブな言葉から紹介します。一つ目はナイスです。味方がいいプレイをした時に使う言葉で一番よく使われていて、誰が聞いても気持ちのいい言葉です。二つ目はドンマイ。皆さんは友達がゲームで失敗して落ち込んでいる時、何と声をかけますか？そんな時に使うのがドンマイです。味方がミスをした時に気にしないでと優しく励ます時に使います。実はこれゲームだけじゃなくて日常会話でもよく使われるので覚えておくととっても便利ですよ。三つ目は神、そして神プレイという言い方です。信じられないくらい素晴らしいプレイを見たときに、今のプレイ神、このように使います。日本語ではゲーム以外でも神対応のように最高という意味で神をよく使うことがあります。美味しいものを食べて、わあ、これ神とかね、言ったりもします。さて、ここでオープニングで聞いた沼にはまるの答え合わせをしましょう。ここからはゲームにどれくらいハマっているか、夢中になっているかを表す言葉を軽いものから重いものへ順番に紹介します。実は私、小学生の時、少しの間入院していた期間があって、暇な時間にマリオカートをやり込みすぎて、右手の親指が全く動かなくなったことがあります。このように一つのゲームを信じられないくらい長い時間深くプレイすることをやり込むと言います。そこからさらに進むと沼にはまるという状態になります。沼はもともとドロドロした湿地のことです。ちょっと試しにゲームで遊んでみたら気づいたら朝になっていたなんてことありませんか？こんな風にあるものにどんどんのめり込んで時間を忘れて抜け出せなくなっていることを沼にはまるというようになりました。ちなみに私が今沼にはまっているゲームは7月2日に発売されたばかりのリズム天国2です。実はこれ、ポッドキャストを1本投稿した後、自分へのご褒美として買ったんですが、動画をアップロードしてすぐに遊び始めてしまって、気づいたら夜中の4時でした。そしてゲームへの向き合い方によってゲーマーは大きく2つの種類に分かれます。本気で勝つために毎日練習しているタイプはガチ勢。勝ち負けよりもみんなで楽しく遊ぶことが目的のタイプはエンジョイ勢と呼ばれます。ガチは本気という意味でゲーム以外でも
ガチで悩んでるのように日常会話でもよく使われる言葉です。ちなみに私はゲームによって向き合い方が変わります。チーム対戦とかになると、どうしても勝ちたい気持ちが大きくなってガチ勢になってしまいます。最後に一番重い状態が廃人またはゲーム廃人です。生活のすべてをゲームに捧げている人のことです。でもこれは自分に対してちょっと冗談っぽく使うことが多いんです。私昨日から寝てない。もうゲーム廃人だから、みたいな感じですね。コロナが始まって家からあまり出られなかった時期、夫と一緒にずっとスマホで対戦ゲームをしていたんですが、本当にあの時は廃人でした。気がついたら一番上のランクまで上がっていました。やり込むから廃人まで聞いたところで、次は日本の VTuber やゲーム実況の動画を見ていると、本当によく出てくる言葉を2つ紹介します。1つ目は無双するです。一人で敵を全員倒してしまうくらいすっごく強い状態のことです。もともとは昔の中国の歴史から来た言葉らしいんですが、今はゲームで無敵の強さを表す言葉として使われています。英語のキャリーすると近い意味だと思うとわかりやすいかもしれません。二つ目はワンチャン。皆さんは聞いたことありますか？英語のワンチャンスから来ている言葉で、可能性は低いけれど、もしかしたらできるかもしれないという意味です。ゲームで負けそうな時に、諦めないで、まだワンチャン勝てるかものように使います。これも、うーん、急げばワンチャン間に合うかものように日常生活、日常会話でとてもよく使われる言葉です。さて、ここからは今日一番皆さんが気になっているかもしれない、ちょっと刺激的な言葉を紹介します。ただ、これは皆さんが自分から使うのはおすすめしません。日本人のゲーム実況や配信を見るときに、これ知ってるってなるためのリスニング専用の言葉として覚えてもらえたらと思います。日本語にはクソという言葉を名詞の前につけて強調する言い方があります。例えば、クソゲー、クソなゲーム。これは全然面白くない、またはルールとかがむちゃくちゃなひどいゲームのことをこういうふうに言います。他にもクソエイムはシュッティングゲームをするときに銃の狙いを定めるのがすっごく下手なことをこういうふうに言います。それからクソ強いはめちゃくちゃ強いという意味です。これは悪い意味じゃなくて褒め言葉としても使われます。同じクソでもいい意味にも悪い意味にもなるのが面白いポイントです。ですが使い方を間違えてしまうといけないので、使わず聞くだけにしてくださいね。ちなみに皆さんはゲームで遊ぶときお金を払いますか？ゲームの中でお金を使うことを課金する。逆にお金を払わずに遊ぶ人のことは無課金と呼びます。
実は私、モバイルゲームには課金しないんですが、パソコンゲームには課金することがあります。少しね。そして、日本のスマホゲームでみんながよく課金するものといえばガチャというシステムです。お金を払ってランダムにキャラクターやアイテムをもらう仕組みです。このあたりの言葉はニュースや SNS でもよく見かけるくらい、日本では一般的な言葉になっています。さて、今日はたくさんの単語を紹介したんですが、今日紹介した言葉の中でも特に覚えてほしい3つを最後にまとめてみます。1つ目、沼にはまる。あるものにどんどんのめり込んで時間を忘れて抜け出せなくなること。2つ目、ガチ勢、エンジョイ勢。本気で勝負するタイプ、ガチ勢と楽しむこと重視のタイプ、エンジョイ勢。3つ目、ワンチャン。もしかしたら可能性があるかもという意味。日常会話でもよく使います。さて、今日はここで質問です。皆さんは今日紹介した言葉の中で知っていたものはいくつありましたか？また、今度はこんなジャンルの言葉が知りたいというリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。では、今日はここまでです。今日は私自身のゲームエピソードと一緒に日本のゲーマーが実際に使っているリアルな言葉をたくさん紹介しました。今日の動画が良かったなと思ったらぜひチャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。